2006年3月17日、ソフトバンクはボーダフォンの日本法人を株式価値およそ1兆7500億円で取得すると発表しました。当時、日本企業の買収として最大級。しかし、この番組が問うのは金額の大きさではありません。なぜこの時だったのか。第5系沈下脱却の構造で読み解きます。まず、よくある誤解から離れます。これは破綻企業の投げ売りに乗じた話ではありません。売り手であるボーダフォングループには日本事業を手放すという判断があり、市場には番号ポータビリティという転換点が迫っていた。この2つの重なりこそが機械の正体です。機器の種類を見誤ると価値と価格を取り違えます。買収の対象は1500万を超える契約者、全国をほぼ覆う基地局、周波数、そして販売網。バラバラの資産ではなく、動いている運営システムそのものでした。参入の速さを決めるのは、個々の部品ではなく、システム一式が手に入るかどうかです。では、この決定をどう評価すべきか。有名な買収を結果から採点するのは簡単です。私たちは公表時点に立ち戻り、3つの層で見ます。市場の時間窓は開いていたか、取得する能力はあったか、そして失敗に耐える体力はあったか。時間窓から見ましょう。契約の公表は3月。番号ポータビリティは当時、同じ年の11月に始まる予定とされ、実際には10月に14日に開始されます。番号を変えずに乗り換えられる日が来れば、市場の勢力図は動く。規制が変わる前の数ヶ月は、それ自体が戦略資産でした。売り手の側の事情も数字に出ています。ボーダフォン日本法人の売上は、2004年3月期のおよそ1兆6565億円から、翌期には1兆4700億円へ減少していました。ただし注意してください。業績の圧力は売却の可能性を高めても、資産の価値が消えたことを意味しません。次に、取得能力。公表された資金構成には、およそ1兆1600億円の借り入れが含まれていました。買収される会社の資産を担保に資金を組む、レバレッジドバイアウトです。機会をつかむことは、財務の余力を差し出すこと。だからこそ、失敗した場合の体制が同じ画面で問われます。この回収が本当に買ったものは時間です。契約者もネットワークも販売網も同時に移る。ゼロから全国基盤を築けば何年もかかるものを一括の承継が一気に圧縮しました。M&A の価値は再構築に要したはずの時間でも測れます。ここまでを重ねると、機会の条件が見えてきます。他社の制約が生んだ外部環境、まとまって移転できる資産、そして準備を済ませた取得者。この3つが重なった時にだけ、機会は成立します。どれか一つが欠ければ、後期に見えたものは罠に変わります。そして、証拠の境界を引いておきます。確認できるのは、取引価格と売上と格入れといった公表された事実まで、相手の内心や狙いすました意図を私たちは断定しません。強い物語より監査に耐える説明を選びます。古典に戻ります。36系、小線形の第5系。本文はこう解きます。敵の害が大きいとき、その勢いに乗じて利益を取れ。火事の混乱に乗じるという不穏な名を持つこの形は、しかし読み方を誤ってはいけません。危機を作ることと、危機で変わった条件を読むことは別のことです。例示として伝わるのは、春秋時代の越と呉の物語です。越王高専は呉に敗れ、私腹を強いられました。国力の回復に年月を費やし、それでも正面から戦えば勝てない。
弱い側ほど機械の前の準備は長くなります。転機は単独のニルスではなく重なりでした。5の内側では長年の消耗が進み、王の房は高地の海名へ主力を引き国を開けます。内的な損耗と主力の不在。二つの制約が同時に防御の条件を弱めました。越はその局面を選んで動き、長年の劣勢を反転させました。伝承の細部には幅があります。しかし構造は明確です。機会をつかむ行動は思いつきの一撃ではなく、長い準備の最後の一手として置かれている。古代と現代をここで慎重に重ねます。共通するのは他者の制約が開けた時間窓と準備を済ませた取得者という構造だけです。ソフトバンクが古典を意図して用いたとは私たちは述べません。軍事の比喩や搾取の意図を企業活動に投影することもしません。重なるのは構造、それ以上でもそれ以下でもありません。ここからあなたの意思決定の道具にします。機械の取得は4つの基準で事前に判断する。手に入る価値、開いている時間窓、飲み込んで運営する統合能力、そして外れた場合の損失改正。結果論を事前の判断に変えるための枠です。次の意思決定で確認してください。規制の変更、誰かの撤退、技術の転換、供給網の再編。今、あなたの市場で開きつつある時間窓はどれか。そしてその機械と自社の能力を一組にして名前をつけてください。機械は待っているだけでは価値になりません。準備と損失に耐える力があって初めて価値になります。第5形、進化脱却。あなたの現場で次に確認すべき条件は何でしょうか。